こんにちは。ゼロから行政書士第24回です。前回は原告的確や訴えの利益、出訴期間を学びました。これらは首相訴訟の入り口を守る訴訟要件でしたね。今日はその入り口を抜けた先の中身に進みます。テーマは訴訟の審理と判決についてです。判決の種類や首相判決の効力を学んでいきます。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、審理の特色となる職権証拠調べです。二つ目は、判決の種類と特別な事情判決です。三つ目は、首相判決の効力と違法判断の基準値です。少し専門的ですが、順番に丁寧に見ていきます。それでは、早速始めましょう。はじめに、審理の位置づけを確認しましょう。前回までの訴訟要件を満たすと中身の審理に入ります。この中身の審理を本案の審理と呼びます。ここでは処分が違法かどうかが判断されます。そして審理を経て判決が言い渡されます。今日はこの本案の審理と判決を見ていきます。審理では当事者が主張と証拠を出し合っていきます。まず、審理の特色である職権証拠調べです。職権証拠調べとは、裁判所が自ら証拠を調べる制度です。普通の民事訴訟では、証拠は当事者が出すのが原則です。この考え方を弁論主義と呼びます。行政訴訟では、これを補う仕組みが置かれています。それが、行政事件訴訟法24条の職権証拠調べです。訴訟の公正のため、裁判所にも一定の役割が与えられています。職権証拠調べには大切な限界があります。裁判所は必要があると認めるときに証拠を調べます。ただし、その結果について当事者の意見を聞きます。また、認められるのは証拠調べまでです。当事者が主張しない事実まで探す職権探知は認められません。あくまで弁論主義を補う制度である点に注意しましょう。この点は記述式でも問われやすいポイントです。続いて、判決の種類に進みましょう。首相訴訟の判決には大きく分けて3つがあります。1つ目は、訴訟要件を書くときの却下判決です。これは中身を判断しない門前払いの判決です。2つ目は、処分が適法な時の棄却判決です。3つ目は、処分が違法な時の任用判決です。任用判決では、その処分が取り消されます。どの判決になるかは、審理の結果で決まります。判決の種類を表で整理しておきましょう。却下判決は、訴訟要件を書く場合の門前払いです。棄却判決は処分が適法で請求に理由がない場合です。任用判決は処分が違法で取り消される場合です。そして4つ目に特別な事情判決があります。事情判決は違法でも取り消さない例外的な判決です。この事情判決を次に詳しく見ていきましょう。事情判決について詳しく見ていきましょう。事情判決とは、処分が違法でも取り消さない例外です。処分を取り消すと、かえって保護の利益を害する場合があります。収償子が公共の福祉に適合しないとき、請求を棄却できます。これが、行政事件訴訟法31条の事情判決です。ただし、判決の主文で処分が違法であると宣言します。原告の救済にも一定の配慮がなされる仕組みです。違法という判断だけはしっかり残される点が特徴です。次に、首相判決の効力に進みましょう。任用判決が確定すると、いくつかの効力が生じます。大きく分けて3つの効力があります。形成力と拘束力、そして第三者項の3つです。これらは処分の主張子を
実際に意味あるものにします。一つずつその中身を確認していきましょう。いずれも条文や判例に根拠を持つ効力です。3つの効力を表で確認しましょう。1つ目の形成力は、処分の効力を遡って消します。処分は初めからなかったことになります。2つ目の拘束力は、行政庁を縛る効力です。行政庁は同じ理由で同じ処分を繰り返せません。3つ目の第三者項は、第三者にも判決の効力が及ぶことです。拘束力は33条、第三者項は32条に定めがあります。条番号は32条と33条を取り違えないよう注意です。3つの中でも拘束力は特に大切です。拘束力は判決の趣旨に行政庁を従わせる効力です。取り消された処分と同じ処分の繰り返しを禁じます。例えば、申請を拒否する処分が取り消されたとします。この場合、行政庁は改めて申請に応答する義務を負います。拘束力があるからこそ、首相判決に意味が出てきます。拒否処分の出生死は、やり直しの出発点になります。最後に、違法判断の基準値を学びます。処分の違法性をいつの時点で判断するかという問題です。首相訴訟では処分の時を基準とするのが通説です。これを処分時説と呼びます。処分の後に事情が変わっても原則として考えません。司法訴訟は過去の処分が違法だったかを裁くものだからです。処分の後の新しい事情は別の手続きで争うことになります。ここまでの流れを順番に整理しましょう。まず、訴訟要件を満たすかを確認します。次に、本案の審理で処分が違法かを判断します。その基準となる時点は処分の時でしたね。そして、却下、棄却任用、事情判決のいずれかが下されます。任用判決が確定すると3つの効力が生じます。この大きな流れを頭に入れておきましょう。同じ流れは他の広告訴訟を学ぶときにも役立ちます。ここで今日のクイズです。司法判決の効力についての問題です。行政庁を縛り、同じ処分の繰り返しを禁じる効力はどれでしょう？ A は形成力です。B は拘束力です。C は第三者項です。少し考えてみてください。正解は B の拘束力です。形成力は処分を消す力、第三者項は第三者に及ぶ力です。3つの効力はそれぞれの働きで区別して覚えましょう。今日のまとめです。審理では弁論主義を補う職権証拠調べがありました。ただし、職権探知までは認められませんでした。判決には却下棄却任用の3つがありました。違法でも取り消さない、事情判決も忘れないでください。首相判決には、形成力、拘束力、第三者項の効力があります。違法判断の基準時は、処分の時とするのが通説でした。細かい条文はテキストで最終確認しておきましょう。ここまで審理と判決について学びました。首相訴訟の中身がこれで随分見えてきましたね。次回も行政事件訴訟法を続けていきます。テーマは裁判の前に権利を守る仮の救済です。執行停止や仮の義務付けなどを学んでいきます。急いで守るべき場面の大切な手続きです。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。